これ邪魔だよ。あ、これ邪魔。あとゆっくり弾こうか。欲しいなそれ。これ全部揃ってるよ。流れちゃったよ。全部揃ってる。あれ、自分たちのレコードってみんな自分たちで持ってないの？レコードプレイヤーがなくなったと同時にどっか行っちゃって誰かにあげちゃったかもしれない。あ、そう。回ってる。あ、ということで今日はカシオペアをお迎えしております。はい。イエーイ。ということで今日はクラスメートの庄司君をお招きしております。そう。イエーイ。今日なんか玉川高校。いや集中力と緊張力がなんかちょっとなんか微妙にね。ね、ないよね今日、どうやって話を持ってったらいいんだろうって。とりあえず触れちゃいけない過去だけは触れないようにみんな緊張してようっていうそういうような展開をしなきゃいけないなって、触れたらお互い様だぜ。なんかドーンときとドーンと帰ってきたら危ないね。お任せします。お任せします。大体あれですよね。じゃあ話のとっかかりとして、まあ向井谷実先生、はい。一番最初ですよね。そのノロと僕ノロさん。だからカシオペアっていうのは僕が入った時にその前にもう一人小池君っていうキーボードがいたんだけど、ビクターの小池君。そう、ビクター小池。ただそのレコードデビューする前から僕入ってるからそうだよねで同じエリアだったでしょ。グループロックっていうのがあったよね。ありました。はい。あの頃のいろんなアマチュアバンドの中にそのカシオペアの原型もいたし、僕は違うバンドでちょっとお手伝いしたりして、そうですよね。で誰かの友達のうちですれ違ったりとか、そういう非常にローカルなね。ローカル。そう、初めて会った時にすごいですよ。もう30分ぐらいね、わーって喋ってね、じゃあねって書いて。俺のアイデンティティ今のなんていう人？とか。誰んちで？でも山辺僕もなんだっけノロ君に最初になんだっけな誘われた時にコンテストに出るとなんだっけ楽器がもらえる。あ、そう。なんだっけ？ヤマハのイーストウエスト。で楽器がもらえるって言われて、でなんかこれがどうのこうのどうのこうのって言われて、でその桜井君とかも一緒だったからそのコンテスト出たら賞を取っても紙しかくんなかったんですよ。騙された。あの時はなかったんだっけ？なかったよあの時。そうか。何もくんなかった。あれギターもらったこと？ギターはねその前の年に出たの。1回目そう2回目は。 2回目は商品がなくなっちゃったんだよね。トロフィーだけだった。トロフィーだけ。確かにカシオペア僕入る時に末野君に言われたことってね、チックコリアみたいなバンドやってるからって言われたの。で渡された譜面がミッドナイトランデブランデブだったっていう。すごくチックコリアっぽくて感動しました。もともとあれだよね。その前その前後で一緒になってるんだっけ？そうだね。ノロさんとはカシオペアっていう名前ができる前からできる前だよね一緒にセッションしてたから。でもその頃のイーストウエストの僕らの審査員をしてた先生がこちらの方ですからね。はい、成瀬さんです。どこに向かってんの？いや、もうなんかライトがついてるやつがそうですか。あっち聞いちゃった。そう。僕ら高校生の頃にそうだからこれ長いんですよこの話この話同窓会ってで高校生の頃に成瀬さんのそのちっちゃなねスタジオ、もうなんかえらいこう階段と上がってくるちっちゃいスタジオで練習してるところ僕見に行ったんですよ。俺のスタジオでやってみたいな言い方だった。貸しスタジオでちっちゃい貸しスタジオバンドスモーキーメディスンでね。そうチャーが時に来たって言うんでさっき話しててさ、そういえばなんか変な小族が来たの覚えてる。小族なっちゃいますか？高校だよね。高校1年生ぐらいのね。チャーが高3でね。そう横でこうやって見せてもらった。そうか。いやそういうけどね、俺今日カシオペアに遊びに来たみたいだもん。昔こうやってよくな、これ何ここで練習やってんのとかさ、そういう感じだよなんかね。もうそれはもうだいぶ前の話じゃないですか。そうか。90年代になってからもうだいぶ経ちますからね。90年も終わりますからね。そうですね。成瀬さんもう7年ですか。7年。石の上にも7年よ。あっという間やね。あっという間だね。今日不思議でしたよカシオペア見てる僕が。俺なんか不思議だなとか思って。でこの番組でねこれだけね演奏しなかったの初めてだし、でなんか知ってる曲だなこれとか言いながら見てて面白いな。でもミントクラブって番組もなんかさ、昔出したミントジャムスってアルバムあったよね。ほらでもミントジャムスってあれみんなのほら頭文字をこうバラバラにしたんですよ。ああそうなの。だからみんなのローマ字じゃない英語の頭文字よ。ミノル向谷で MM でしょ。で一世ので IN、アキラジンボ IJ、それから桜井哲夫 TS。これ全部合わせるとあれなるんだって。ほう。どこだっけあるよね。ちょっと待ってね。また出るねネタが。出るねネタがこれ。これ結構いいよね。これ。
これはヨーロッパ向けに出したライブなんだけどスタジオの音っていうやつ。いやもともとほらミントってさミントコンディションとか楽器を言うときにこう最上級のとか上質のっていう意味があるのよ。これだから考えたのがイギリス人だったんですよ。バラバラにしたの。これちょっとおかしいですね。いいですね神保ちゃん。なんかガラスにこうカメラが覗きたいとつけたような。どれどれどれ。これ向こうだ。あ、これねちょっとね影の具合影がとたまんないよね。反射しちゃうかもしれない。これね、大丈夫ですこの中央部分顔のこのモダイキーボードは相変わらず。これはやっぱプロの顔ですねこれはね。これねちょっとやらしいよね。そうだね。エッチ系だよね。ちょっと稲川淳二入ってるから。太鼓言ってるよねみんなねこ。れはなんか少年のような感じだよね。もうでも今日はまあそのネタにいっちゃうと思うけども全然違うよね。全然違うって言えばいっぱいあるけどさ。違う人いる。ほらどれ？もうなんとでもいいですよ。もう今日はさばいてください。別人。俺いっぱいあるんだけどさ。うわこれ2枚目だよこれ2枚目ちゃんと写真ないんだよこれ後ろじゃない？こんなん知ってた？知ってるよ。あこれ知らないのは君だけかもしれないよ。ああこれ12インチシングルね。そうそうそう。これないわこれ。これもすごいよねこれサンダーライブ。これがねその直す前のサンダーライブ。これひどいっしょこれ。オリジナルジャケット。あジャケット。これも類人猿みたいな感じなんだもん。豪華3色釣りですよって感じだね。ロストワールドかと思っちゃう。猿の惑星みたいな。すごいよねこれ。このジャケット。これ？みんななんかほらずっとさほら長い間原始人生活して髪が切れなくなっちゃったみたいな感じになってる。能力。ここかね。一応ほらサンダーライブってほらこれあれだよね神保君の神デザイナーをちゃんと考えてね。まさか投げたんだよね。神保君の彼の生まれて初めてとかデビュー作。そう僕のデビュー作なんですこれプロデビュー。確かねこのアルバムで。お母さんかお父さんがねすごい嘆いてるの覚えてました。息子のデビューがこれじゃって言って。これ僕の親もやっぱりそう言うと思いますけどねこれ。まあでもこれだからそれで変わったんですよね。それで変わったジャケットがあっさりしたジャケット。変わったのがさっき CD であれどこ行ったっけ？そうですねちょっと待ってね。ちょっとよいしょはいこれね間もなく変わっちゃったんだよね。ですね。結構早めに変わったよねこれ。あまりにも。あれはね誰がこれです。あこれだ。これだすごいシンプルだこれですねまあこれに変わりました。これが全かなりインパクトがなくなったっていう。これでまたねこっちの方がでもインパクトある。こっちの方がやっぱりインパクトあった。これって思うよね。これとほらなんかこうパッとこう CD 選んでる時にさこれって言ってこれはこうなんか選んでる時にこれはなんだろうそうね。目を引くものがね。ジャケットこっちに戻そうかねそしたら。こっちもやっぱりもしかしたら今だって別にいいじゃんこれともやっぱねカシオペアを長年こういろいろ持ってらっしゃる方はですね、この両方をねやっぱ持つのがなんかコレクターズアイテムコレクターズアイテムまあレアものみたいな。デビュー版も違うジャケットだったんだよね。デビュー版最初あれだったよねそうだ薬が空からこうバラバラ飛んでくる浮いてくるテレビの画面の上に錠剤をばらまいたやつをでその画面にはカシオペアのメンバーが映っててっていう。そうだこれなんか荒れた画質のやつだからなんか全国薬局薬店で発売中みたいな。薬漬けみたいな。それもあんまり良くなかったんですよね。あれもコロッと変わったのがそれ元々のやつはないんだけどどれに変わったんだっけど変わったらねこれあれどっちこっち変わったのがこれ1枚目がこれこれで裏がねまたなんかね裏これなんでレーサーの格好しなきゃなんだよこれ未だにわかんない。これって結構ねオリジナルの1枚目にもあったよね。これ何パターンも取ってでそれの中のきっと使わなかったやつがやっぱりこっちの方がいいっつってこっちになったんじゃないかと。これ私の推測ではみんなこれね人生半分前でしょこれ。人生半分前20そうだね。デビューアルバムだもんね。やっと5月79年5月でしたっけね。当時としてはほらまだフュージョンなんて言葉なかったなかったよね。いや出始めた頃だっけそれでね東京フュージョンナイトとかねあったね。でもそれこの頃まだクロスオーバーの頃じゃなかった？クロスオーバーフュージョンってなかったかもしれない。クロスオーバーって言われてた。ねそんななんか言葉なくて CTI レーベルなんかで結構ボブ・ジェームス・フちょうどァイブとかだからこのデビュー作が出た直後ぐらいにそのフュージョンっていうのがなんつうのジャンルとして打ち出されてきて、でもうカシオペアも君たちの音楽はフュージョンって言うんだよそうですか村井さんじゃないの？レコード会社の人がね村井邦彦さんやっぱそうやってこれからそのレコード屋さんの棚に置くからっていうああなるほど。
もともとあれそのフュージョンだとかなんとかかんとかってそう別に思い込んで作ったわけじゃないでしょ。勝手に好きなことやってただけなんだけどね、たまたま歌はないし、まあインストルメンタルでいこうと。そうたまたまねいいボーカリストに巡り合わなかったっていう歌はちょっとずつありますけどね、厳密に言うと。そうほんのちょっとずつありますけど。でもきっとねすごいこれはいいっていうボーカルの人がもしいたらこういうふうにやってなかったと思う。おお、本当に？だってそしたらさ、あれだよ、なんだノル君がそのサイドにいるってことになっちゃうの？そうですよ。やっぱ前にビッて弾いてんじゃないいやですか？私はバンマスとしてだって前やってたもんね、だから要するにカシオペアができる前にそうそうボーカリストと一緒にボーカルでアマチュアバンド結構やってたよねやってたもんね。でもジほらャンジャンとかね。あ、そうだよね。それ僕も見たり聞いたりしたけど。ラビちゃんね、やってたよラビちゃんね。そんな話もあって、でもこの人は高校1年の時にね、どんなバンドがいいって言ったら、そうだな、僕が5人いればいいなとか言って帰れ帰れなるほど。その哲学が今変わってないんだわな。なるほど。ったな参ったこれは参ったな。16歳本当に多彩でもういろんな楽器全部こなすんですよね。そうだね、全部できるさっきドラムもんね叩いてたんだけどすごいうまいんですよ。最近腕を上げてる。一曲持たないよ、そう体力的にね持続力がない。持続力ないのねそうでもこうやってほら季節ごとってことないけど、セッションってみんなで遊んだりなんだりすると大体ギターはやんないよね。あそうだよね。ああ他のパーツをやりたがるね。俺ドラムやりたいから必ずドラムね普通のとこだとやらせてくんないからそうドラム入ってきてベース入ってきてで最後にギター弾きまくるなるほど。いうパターンかしら。最近あんまりセッションやってないよね。そうね、皆さんこう三軒茶屋だっけ？なんつうかオデッセイオデッセイよそのくやったよね。高校ぐらいの頃の仲間が集まってセッションとかやるとね、なんかみんな頭だけでかかったよなあの頃。理論武装かなんかしちゃって。言うことはすごかったような気がして俺。みんなすごいなと思ったもん。もうなくなっちゃったんだけど、なんだっけ知ってる？三軒茶屋のオデッセイって知ってるってよく出てたじゃないですか。正解をすごいローカルの会話。そうだからあの頃要するにフュージョンっていうジャンルがなかったでしょ、それでインストでこういうロックみたいなのやってて、それがこのカシオペアの母体と、あとスペースサーカス、いた。あとプリズムとかね、スペースサーカスのベースの人。他の岡野がね、すごかったよね。一緒に新宿ロフトで対バンやったことあるよね。その時思い出しちゃった。今でも飛んでるよな。今でもね現役でバリバリやってますよ。そうあとねコズミックレインっていうコズミックレインってあったね。聞いたことあるな。ビリー田崎っていうドラマーがいて、そうビリー・コブハムみたいな、そうあそこのねそれでビリー出す。そうわお。ギターの安山君っていうね、あれはたまに電話かかってくる。寺内武さんのマネージャーやっていやる人じゃん。あれシャープ5系のね、そうだっけ。確かサイドギターやったりとかしてたんで、まあいいんですけどローカルだよね。聞いてる人何の話ローカルになっちゃった。全然わかんないかもしれない。いろいろテロップ入れとかないといけない。三軒茶屋っていうのは世田谷にある真ん中辺にあるところで、ね。そうそう、週末になるとみんな大体そこにこう集まってね。でも昔はほら僕らがデビューする頃の70代、もう成瀬さんもバリバリにもうプロ活動してたけど、あの頃って東京都内のライブハウス結構多かったよね。出始めだよね。今より多かったよね。今より。いや今の多いんじゃない？いや今のライブハウスはちょっと今僕らの出たこと違うじゃない。本当の意味でのあの頃のライブハウスっていうのはこうなんか道場みたいなところがあって、こう行くとこうセッションになっちゃって、なんか観客と一緒にこうなんかこう出ちゃったり聞いちゃったりみたいな、そういう状況だったのね。そうオデッセイなんてお金払ってやらせてもらうの。あ、そうだよね。ね。で弾き始めると1時間ぐらいやめないやつですね。まこっちゃんとかね。誰もこちゃって。高橋誠。おでもその頃は成瀬さんはもうプロでそうバリバリでやってましたもんね。バリバリって言ってたから俺。バリバリって言ってもうバリバリ破けちゃった昔からバリバリ。昔からバリバリ。成瀬さんがイーストウェストの準決勝の時に審査員やってて、カシオペア気に入っていただいてね。それでアンコールなんて言った時になんとゴム体なんこちらの事情も考慮せずって曲がなくて出てたから、えらい狼狽した覚えがありますよ。
成瀬さんに言われたってこと自体がかなりこうドシンと重い上にプレッシャー曲がないっていうそのもう一個のプレッシャーで同じ曲もう一回やったんだよね。そうスワローだろ。スワローでもあれよく覚えてますねあれやっぱ僕一つコンテストで悔いが残ったのはそのスワローっていう成功率の低い曲を最後の決勝大会でやめちゃったんだよね。ああそうだっけ。そう何にフライングってしたんだっけ。曲に書いてある。ああそうだ。それとミッドナイトミッドナイトランドフライングしてね失敗しちゃった。エンディングとかなんかめちゃめちゃなっちゃってあれがちょっとねやっぱ失敗してもやるべきだったかなっていうのがそうだ昨日のことのように言うな。思い出しちゃったんだでもこういうのってこうなんか引き金を引くとこうぐわーっと思い出すよね。そううわーっとね、けどそうですね本当にだってコンテストで審査員の先生がね「アンコールやれ!」とか言ってそういうのって今ないよね。お舞台なんだよそれはだからいやだからねあれ歌やったのってよかったと思うよ。あの頃歌今でもそうだけど歌多かったからインスト少なかったじゃない。少なかったよね。すごく新鮮だったよね。でうまいし曲もいいし、ああすごいすごいっつってもう一曲やれっつって。曲ないです。すみませんが。あそうなんですよだから頃まあ今神保君が入る前でしたけどねで結構ドラムがそうだ前のドラムの人ね流動的で佐々木君に固まった佐のは々木君の時だっけ。あ佐々木君じゃなかったっけ。いやその時はあじゃあそう予選が違ったんだよそうだ。そうで俺もそんなよく分かんなくて結構野呂さんの厳しさを見た覚えがあるあとねバックスバニーのステージにみんな呼んで2曲ぐらいやってもらったことあるんだよ。若いバンドでいいのがいるからっつんでねロフトに来てもらってね。そうそうロフトセッションずっと成瀬さんやってたんですよね。あそれとは別に下北ロフト。下北ロフトは僕覚えてるなバックスバニーの時に2曲やってもらったの。そんなこともありましたありましたね。ね。ロフトとか懐かしいちょよね。っと前みたいに話してるけど相当前なんだろ相当20年は前じゃないかだって。その時生まれた子がもう成人式向こうちょっと6だ。そうだよね。そういやだな親父の話だね。その頃生まれた人たち働いてもしかしたらその辺でテーブルにさばいてたりする。いやー金払え。そうだよねBBA を見てますね。いや振ろうかなと思ってさやっぱりティム・ボガートは行きましたかみたいなさ。もちろんですよ。成瀬さん別名ティム・グラハムという。そうですよ。ティム・グラハム。グラハムセントラルステーション忘れちゃった。やろ。芸名。ね。芸名横文字の芸名がある。そう。回ってるよ。ということで成瀬さんのルーツは今ティムボガートですルーツっていうかルーツの一つかな。いやルーツそうだなルーツだな。ティム・ボガート。また古い話。あのベースはどっから来たんだろう。これを見てる人がよしじゃあ僕もあれをコピーしようとか言って買うかもしれない。ベック・ボガード&アーピース。いや僕もそうだったんですよ。これだからティム・ボガートが好きだったんだけど日本にもティム・ボガートみたいな人がいたっつって。それが成瀬さん成瀬さん。番組をやるようになってから結構こっち方面勉強になったね。なってるんですすごい強くなってきちゃってレッド・ツェッペリンと突然か。現れたよね。そうそう。突然人がいたように来たよね。そうもともと同じ大学の学校で一緒のフルバンやってたから覚えてるそれで誘ったん渋先輩谷で後輩だったけど卒業する時一緒だった。なんだっつうんだまたよ桜井ほら言うんだよ本ほらあれだよね渋谷のさ本当にね109の前そうそうそうあの時彼が現れたの僕の前に現れたの109の前なのあの時だから神保君を見てくれっつってそうそう2人をねあそうそう呼んだんですすよごいドラマーがいるって言うんで僕ら「へえどこにいるの?」って言って渋谷歩いてたら109の前で彼の所属する某大学のビッグバンドがですね演奏してたわけですよ前でその。そうそう109のオープンイベントだったんですよ。だからできた時びっくりした場所は場所渋谷がだって渋谷から出てきたんだもん元祖渋谷系だよな。そう元渋だ。そう。で確か彼が住んでるところそこからもう本当電車で一駅でしたからね当時あそう。近くあの近くでしたね。あそういえば実家がねお母さんの実家。またどんどん今日は遡っちゃうんだけいやこどれ話したらねうち古くから住んでるとこなんですけど、はい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 そこの近所にお母さんが若い頃住んでたんだよね。そうなんですでうち果物屋やってたんだけど昔お母さんなんでローカルなんだなんてローカル買に来ないんだろう。てたって話をしてねいやー実は古くから知ってるみたいな知らないか。成瀬さんのお父さんすごく気前よくて、こう柿をうちの
母は柿が好きだったんですよ、え柿を買うとこれも持ってきてらっしゃいこれも持ってらっしゃいっていろんなおまけをつけてくれるそんな話あったの？それは古いわ。すごいな。それはついていけないわ。さ話をいやだからそれで渋谷で出てきたんですよ。あそうかいきなりね。それでもうすごいバリバリのテクニックだったんでね。それでもう早速カシオペアにって言って彼を誘ったんだけど、すごい渋ったけど最初は渋るんだなやっぱりその将来を見据えてね、このまま楽団員になった方がいいのか。値打ちはつけてんだよ値打ちはそうかな。でなんか僕思い出したけどノロ君がねすっごいなんかね進め上手っていうかなんかねこう金星をくすぐるようななんか言ったんだけど忘れちゃったんだけど。そんなこと言ったのでね、これさすがノロ君ね、バンドの、ね、メンバー変える時も結構厳しいこと言うんだけど誘う時もすごいこと言うんだなって、ちょっと今思い出せないんだけどそれ聞かされたらなんか覚えてない？なんかムロ君になんか言われたんだよ。でなんか迷った心がね分かった姿勢がいいねってこと違うんだよ。なんかあったなんかほらやっぱその普通に就職するか、バンドマンやるかっていう結構狭間期にいて、そうあと就職がねあったんですよ。4年生だったから。そのなんかものすごい葛藤あんまり表情出さない彼でもなんかこうにじみ出てくる何かあった時になんかノロ君がね一言ポコンって言ったのがねツツってやつツーンと入ったんだよ。バシッてそしたらコロッと状況があってなんだろうね。本来なら彼はもろどっかの商社かなんかにいる人かもしれないんですけどもしかしたらねだからすごいなんか思い出せないんだけどね。あんまりプロで音楽でやっていくっていうのが頭の中になかったんですよね昔から。そうそれで桜井さん家でね今神保君が遊びに来てるから来ないとか言うから行ったの、で夜ずっと喋っててあそうだねで俺喋りながらね酔っ払って寝ちゃったのそれが原因かな。今で変わっいやその時ね桜井君がね梨を器用に剥いて出してくれたのを覚えてます。それに入ったんだよ。絶対なんかあるんだよ。器用に梨を剥くんですよね。これはもう神保君やっぱりなんかあったんじゃないの？覚えてない。ミュージシャンになると梨が消える向谷君の家に遊びに行った時は向谷君がお菓子を出してくれたんですよ、ね、その話か。ハッピーターンっていうサラダおかきみたいな自分君これ食べなよって言って出してくれて、ありがとうございますって言ったら、自分でもバカバカバカ食べてハッピーターンのその包みがこんなに山になっちゃってほとんど一人で一いやだからね、袋をきっと彼が入るきっかけだったらほら表裏がないこの性格僕たちのそれがね表裏を作れないというか、つまりこの人たち正直なね、ちょっと言ってる人たちだなっていうところにねやっぱりこう来たんじゃないかな。素直な感動を覚えてこれで結構なんかこういろんななんていうのかな技を重んじるようなタイプだったらきっと来なかったと。言葉を下ろして要は単純だってところがそうなんですよ。そういうことですか。そうなんです。なるほどなるほど。それが約、年齢にして20 18年ぐらい前。いやそんなことないです。20年弱20年弱、だって彼はだって2枚目3枚目でしょ、入ってきたの1980年だから17年前。17年前だね。 28年いや前18年前って言ったの。18年前17年前だね。1718年前です。そうそう、もうやっと2年来ましたね。さっきすでにもうそうだよ、すでに大学はもうそういうことではでもねその頃のカシオペアってね大学生2人いたからちゃんと試験休みがありましたよね。そうそうそう桜井さんねそう1月で試験休みに試験休みをくださいって言ってたんですよ。ライブの時とか。僕たち全然関係ないんだけどでロサンゼルスにレコーディングに行った時に、卒論やらなくちゃどうしようとか言ってたそれ教科書持ってったんだよ。賃金と経済整整合合性性っていう。なんかうちの親父かなんかに誰か聞きに来たの誰だっけ。聞きに行ったかもしだれない。ろうな、うちの親父に聞きに来たのなんか知らないけど論文書くのでね、向谷さんのお父さんにねちょっと相談事とかちゃんと書いたの出したんですよ僕。もう神保君はもう腹座っちゃってて、もういいやプロになるからっつって出さないで。それでゼミはだから卒論出さなくても出さなかったね単位をこう取ってれば成績良かった。あそうなんだ。いやまあ優等生なんじゃないそれに比べて。いやでも僕よりは数学良かった。僕よりは企画がな問題だよね。比較が問題。いやもうここは学歴社会じゃないからそうですよ。もう私はもうどうでもいいそうそう、ノロ語録その2ね、なんかね大学入る時に、今日遊ぼうって感じとか言ったら、いやこれからなんか入学金を納めに行かなきゃいけないとか言ってさ、で納めに行く途中で、これやっぱり大学の入学金って結構あるじゃない、このまま楽器を持ってったらレスポール買えるよなずーっと言いつつ、あれ結局払いには行ったんだよね。
もったいなかったな、買えばよかったよ本当ね。でもそれ買ったらよかったよねきっとギター今から考えるすっごい悩んでて、当時18歳ぐらいでこんな金は持ったことがない。ほらまた戻っちゃったよいやざっとしそうなのよね。そうそう。音はまあちょっと前ロサンゼルスに録音しに来た時ってなんか部屋が水浸しになったとかそんなのあれ違ったっけ？あそれはね最初の時ああなんか意外騒いでたねにトラブルあるよね。トラブルある部屋ねはねでも僕が知ってる限りでやっぱり身体的トラブルっていうかやっぱり桜井さんが分かったんだよねやっぱ病院行きながらり俺何度か一緒についてったよ病院あ結構海外のねそう病院腱鞘炎になっちゃったりとかね腱鞘炎になったりとかねコンタクトがカイロプラクティックにブラジルで連れて行ったりとかブラジルで行った時は痛かった整形外科に行ったらほら日系ブラジル人の医者がさそう片言の日本語でこうどっちが痛いんですかって言うからこう右右とか言ってやってて左直そうとしたりとかさそうそうあれは痛かったね首曲がんなくなっちゃったそうそうそうブラジルって結構移動が長いじゃないですかそう飛行機で首寝違えちゃってでライブがあるからその筋違いちょっと聞いてくださいよね、ステージがあるから直さなきゃいけないって言ってカイロの先生探してくれって言ったら柔道のなんかね結構先生みたいなのが出てきてパンツに乗りなさいみたいになっておーって言ってそこから始まったんですよなんかバキバキっていうのそれが痛くて治ったんだから治んなかったんだか分かんないぐらいニューヨークでさなんかさ危ない病院行ったことあるあれ危なかったねなんであれ行ったんだっけ自分で思いコンタクトレンズが合わなくて目がやられた。目に傷がついちゃったああそうだあれなんか撮影してコンタクトを目に入れたんだよそうそうセントラルパークで色のついたコンタクト入れてそれでなんか取れなくなっちゃったかなんかでボツった MTV MTV ねそうしてニューヨークでねそう行った時にね救急病院だったの、で僕は目がコンタクトがとか言ってんだけど、救急病院だからなんかこういう血だらけの人とかすごい人たちが待合室にいるんですよ今でいう ER っていう感じでうわーとか言ってなんか急患だとか言っておーみたいな人がいて僕が目がとか言ってすごい世界だなっていう感じこれの時かなこれのその時かもしれないこれの時だね。そうそうはいねこれでほら何年でしょセンうか。トラルパークを中心にほら撮影したじゃないあープロモーションビデオプロモーションビデオ世の中に出なかったやつねボツっちゃったやつあれもすごかったよねすごい演技指導があるんだけどさ、こんななってところでこんななった顔するやつとかねいろいろあるんだけど意味も分からずそういう顔しろって言うからこんな地べたの下からこんななったりとかねなんか海辺行ってこんななったりとかしてて全部つないで作品見たらもう吐きそうになるようななんだこれみたいな。あれ無駄だったねあの撮無駄影はねだよねでもうみんなとにかくお願いだからこれをオンエアしないでくれって頼んだんだよねまあものは試しって感じかななるほどね。それ外人これなんでそれもハリウッドがなん出てきたでなと思う。僕でもその監督にねお前は演技がうまいって言われたんですよ。どこがうまかったのあれは何が褒められたそうそんな顔して怪げな顔してこう見上げるその演技がうまかった。もう俺全然不条理な世界で分かんなかったもんあれそうだ思い出した桜井君はね撮影もう終わったと思って髪の毛を切っちゃったのでもそれでただねもう一つ取り残したシーンがあるって言われて桂屋行ったのそう思い出したそれがニューヨークでね桂屋行ってねそれ全然合わないの合わないの全然茶色かなんかじゃなかったっけ金髪かなんかじゃないのしかも帰る前の日かなんか帰る前にもうやっと休めると思ったら僕とね神保追加の撮影があるとかねそうだ2人で残ったんだよそしたらもう桂屋行ってこれかぶれっつって。そうそれでそのシューティングしてから帰る羽目になっちゃってもうこんなんか全然カツラかぶせでそれがまたさ前後の撮影カットからつなぐと全然違う全然違う髪型なんでねもうだからそれだけでもボツみたいなさあれそうだね見てみたいねまあ今やったらいけるかもしれない面白いかもしれないすごいこと思い出しちゃったなでもねニューヨークはね3回行ってんだよレコーディングでねその後も言ってる。その多分ねその後後だだったんじゃないかなこの時はねプラチナムの時もう1週間ぐらいしかいなかったこの時はそうかダウンナップビート全部作ったんだよだからもうスタジオライブの形式で一発撮りしてでああじゃあシークレットサウンド違うわなんだろうだからねプラチナム全部で10日間ぐらいしかいなかった記憶が錯綜している歌唱あれなんだろうこれアルバムを順番に並べた方が分かりやすい。あ待ってで並べてるうちに番組終わった
ちょっと長すぎるよこれ。ちょっと待ってよ、今3年まで行ったんだよね、あとな。あ、これあったよ、ほら。3これとこれが一緒でしょ。あとね、これがちょうどそのニューヨークでやった最初にニューヨークで作ったやつをリミックスしてこれとこれ同じだよね。これとこれは。そうあれもう一個次なんだっけ。これが初そのめて。次はね、カルロス・アレマーにやってもらったね。あ、33だ。33じゃないな。やっぱ俺ダウンナッピードな気がするよ。この時やったような気がするな。あ、これだ、これ。やっぱそうだよ。やっぱ俺じゃない。じゃあその10日間の中で、いやちゃうな。もったんだうちょっといたんだよそれで。 10日間の後に撮影したんだ。そう撮影したの。 3日間ぐらい。突然電話かかってたの東京から。 2週間だ。そう。で突然電話かかったの東京から。社長から。社長からね、ビデオ作んないとか言って、でみんなでね、やだ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 っつったの。そしたらハリウッドからなんかその有名な監督連れてきてどうのこうのっつって。突然そう。やらざるを得なくなった。で大反対するの。でだから庄司君がいたのはその後の、後か、この後のレコーディングだよね。もっと余裕があったよね、だって。そうそもう少し顔に。33の時プラチナムの時。う33の時だね、多分。そうだっけ。カルロス・アロマね。あ、カルロス・アロマねで。プラチナム。そじゃあ33だ。33かその後のプラチナムかどっちかだ。みんなでう。いや、さ、カルロス・アロマってそこ話に出てスタジオでサンとか言ったやつでしょ。だからサンとか。あとコンジャンクションってその発音がうまくないって言何度やっててった。もダメだって言って。でも僕はねうまいです。わかった演技が上手くて発音がいい人物ね。ちょっはいはと皆さんなんか機会があったらこのビデオ見てくださいよ。い。なんだろう。なんだろうな。会話を途切れた。順番も順番めちゃくちゃだって忘れちゃいましたね。もう全部で何枚ぐらいなってんですか今もうカシオペアは。カシオペア最初はなんか29枚ってセット。 29枚なんだ。29ぐらいでしょう、多分。僕が抜けた時で17枚ぐらいだったのかな。プラチナムワールドライブだっけ。パーフェクトライブ。でユーフォニーっていうのを出ユーフォニーやってして、それでスタジオ版フルをやってね。カラーアクティブアンサーフレッシュネス。わかんねえな。今30枚ぐらいぐらい。そもギブアップとか言って。そも成瀬さんが参加するきっかけっていうのは誰のね、誰がこれ私、いや最初ね、この2前から知って人でたしね。どうしようってどうしようって路頭に迷っで、たやっぱりいろんなことやりたいしね、これはやっぱ大先生確かにいないんじゃないかに音体に出てもらうしかないなとおっさん呼ぶしかないなと。いうことでね、で俺が電話して、でそしたら最初ね、なんだじゃあベース紹介してほしいのかとか言うからそうじゃなくてそうだね。ベースの方は比較的まあそれでもう一本に決めてお電話したんですけど、ドラムの方がねなかなか見つからなくてね、まあ結構四苦八苦しちゃって。最初その電話もらって、んあ、じゃあやろうかなってすぐ思ったんですか。もうだからノロがさ、あの時はバンドやんだったら10年はやりたいとかいう、そういうこと言う人っていないんだよね、あんまりね。バンド続くもんじゃないし。やっぱよくうまいでしょ。なんかそういうことが俺もなんか入る時にね、なんかそういう殺しもんがあったんだよね。ええこと言うなって。なんかそうやってみるわって。でその後桜井に電話してね。桜井そういう話来たよとか言って。とか言ってたよな。また何年かしたら戻ってこいよとか言って。いいんじゃないですかつってそうだって成瀬さんとはちょっとなんか縁があって、成瀬さんがもう大昔にやってたバンド、違ううちの兄がいるんですけど、うちの兄貴がやってたバンドで、うちの兄貴が抜けた時にやっぱ成瀬さんが入ってるんですよ、そのバンドに。バンドシーン。バンドシーンだよね。 28年56年前ハードロックバンド。そうで今回またこうなるほど。ね、縁があるよね。で誕生日がまた一緒なんですよ。誕生日でしょ、生年月日が。だから成瀬さんだったら安心だなと。でね、だから年に1、2回は会ってたのよ、カシオペアやってる頃。それでニューヨークの話とか夜の話とか聞いたりとかね。何ですかそれなんは。だろうな。だからその頃は成瀬さんのセッションに遊びに行かせてもらってたりしてたんですよ。そうだね、よくツインベースでやってもらったとか。そうそうラビューデイバイデイをやったりとかね。そう歌ったのあれ。金子まりさんに歌ってもらったりとか。それじゃあ安心だね。別に俺そこまで言ってないけどな。この先生だったらもうカシオペアも大丈夫だ。なるほど。
安心して、ねただもう7年8年目か。そうだねやっぱあとじゃあ3年は持たなきゃいけないね。そんな大変だな。 10年もうそうですね。だいぶ7年。 7年だもんね。いやでもすごいよね、バンドで続けられると難しいからさ、ね普通さやっぱりバンドこうやろうやって盛り上がっても大抵なんかでポシャっちゃうじゃん。でそんなもんかっていうのが多いじゃないやっぱり。それでもねこうやるっていうかさ、まあすごいよね。証拠りもなく証拠にもやっぱり大したものだと思うよ継続はね。継続は力なりとは言うけど、ねそのバンドにこだわるっていうのはなんかあるのかな。やっぱりね、どこ行っても同じ音が出せるっていうのがあるよね。やっぱその都度、まあ、そのいろんな音を出したいっていうのも一つの考え方で、それはやっぱほら自分のソロとかそういうのでやればいいと思うんだけども、やっぱほらそういうガチッとそういうのがあると、もうどこの国行っても同じことができるっていうね、そういうメリットっていうのかな、バンドサウンド。でこれがやりたいんですっていうのがそのまま出せるっていう。その辺向井さんどう思う？やっぱり同じことずっとやり続けてるから飽きるんじゃないかと思われがちだけど、全然そんなことないですよね。例えば今日の演奏なんかもそうだと思うし、やっぱりそのなんていうんだろう、かえって手の内分かってるだけにやりがいがあるっていうか面白いっていうか、じゃあこうちょっとこういうふうにやってみたら面白いかもしれないとか、そういう新鮮味があるのがいいのかもしれないですね。全然飽きないし、それからやっぱり自分なんかのいろんな弾ける一人の例えばキーボードプレイヤーが弾ける限界のいつもギリギリのようなところをプログラムチェンジとかずっと求められてるじゃない。だからそれが結構時にはリスクなんだけど、でもやっぱその緊張感がいいのかもしれない。だからあれないって、ただ僕ねなんかのセッションかなんかで何にもやんなくてピアノだけでもいいっていうのやった時にね、すっごい物足りなかったの。俺これだけやってりゃいいのかなって言って。だからそれまあもちろんそれでいい演奏しなければいけないわけだけど、でもやっぱりそのカシオペアの大半の曲ってそういう部分でいろんな色を変えていくっていう作業を自分でやってるのと面白いし、なかなかこれは人も真似できないことだろうなって自分の自負もあるし、そこがやっぱり面白いところじゃないですかね。そういう意味じゃほら、まあ成瀬さんで7年、これで7年目、まあ8年目か。でまあ8年10年だずっとやってきて、でそれこそほら16ぐらいからやってるわけじゃない、一緒にさ、16、17から。そうするとこうある程度こう、まあ、継続とは言いつつもお互いの手の内っていうのがさ、なんとなくこう分かってもいるわけでしょ。そこら辺緊張感を保つのって難しくない？いやでもね、ずっとやっててもね、分かんない手の内ってありますよ。理解できない部分みんなあるんだよね。なぜそう来るか。それは絶対そうですよ。だから突然変異もあるしね。例えばなんか突然こんなことやっちゃったってことも今でもあるし、でそれが面白くていろいろやってるうちに周りの人があれ何やってんだこれっていうふうになることもあるし、だからそれがずっと続くんじゃないんですか。そういうネタがなくなっ、そういうのができないと逆に続かないのかもしれないけど。ジモさんどうでした？そういうのってバンドサウンドっていう構築していくっていう。そうですね、僕はその20代をずっとカシオペアで、もうカシオペアの日々だったんですよね、20代は。それで30を境にカシオペア離れて、でまたその7年くらい離れて、今年からまたサポートという形ですごく親しくお付き合いさせていただいてるんですけれども、やっぱりもうなんていうかな、素晴らしいバンドなのなと改めて思いますね。まずね、野呂さんと向谷さんのこの連携プレーっていうのが、別に打ち合わせしてるわけじゃないんだけれども、もう役割がこうバシッと決まってるんですよね。でお互いがこうソロ行ってる時はギターがこうキーボードパートをサポートしたりとか、キーボードがソロ行ってるギターがソロ行ってる時はキーボードがギターパートをフォローするって、そういうのがもう暗黙のうちにこうビシビシッとこう出来上がってて、
それがもう見てて小気味良いんですよね。小気味悪いってことは小気味良い。小気味良いですよね。それで成瀬さんが加われてって変ですか。なんて言ったらいいのかな。入っちゃってからはいでその成瀬以後と以前と僕両方知ってるわけです。以前。でね成瀬さんの存在っていうのはすごくね、大事な存在だなとまた改めて思ったんですけど、それ私は大事じゃなかった。そういう意味じゃないんですよ。そういうと語弊があるんですけど、やっぱり僕らが抜けた時期っていうのはある意味でそういうバンドのそういうなんていうかな、結構節目みたいなのがあったよね。節目があったんですよ。でやっぱり時期はいろんな問題があったんだけど、やっぱり別れるべくして別れたんだなっていうのが、今にしてみれば思うんですけども、風に吹かれた時期って感じだね。また難しいことをで成瀬さんが入られてバンドの中のその空気の流通っていうのはすごく良くなったんですよね。僕らで4人でずっとやってって最後の方は結構金魚鉢の金魚が酸素がなくなってちょっとパクパクしてるみたいな感じが、自分の中でイメージがあったんですけど、でまた7年ぶりに一緒にやらせていただいてすごく新鮮な空気が体型も変わったからね、やっぱ体型もやっぱ体型だろ。体型でやっぱり体型とともに人間が大きくなったのかもしれない。そうだね。なんかこのカシオペアっていうバンドってなんか日本人のならではの音楽をアンサンブルでみんなでまとめてってチームプレーで勝負するバンドっていう点ですごく日本人らしくて、なんていうんですか、もっと個人主義じゃないですか、欧米の人たちって。そこをなんかすごくアンサンブルで固めてて、で役割分担ちゃんとしてて、でいい曲があってやってる、なんか稀に見る継続してるバンドじゃないかなと思いますよね。で面白かったのは、前僕がやってた曲をね成瀬さんがやってるんですよ。そうすると他の3人の手の内はある程度見えるんだけど、成瀬さんのやってるパートは僕は自分のやってたパートで聴いてるんだけど違うんですよ、やっぱり。ティム・グラハムさんにやってるわけだから。いやちゃんとコピーしましたよ、オリジナルの。いや現役さんは違うなと思って。現役さんとオリジナルさんよく分かんなくなっちゃった時に。でもね、そういうことを感じるよね。そうなんだからおかしか本ったな。みんな突出したソリストなんだけど、割とこの突出したソリストね、得てしてそういうのが集まるとなんかせめぎ合いになっちゃうんだけど、せめぎ合いせめぎ合い、煽り合いは煽り合いでいいんだけれど、割となんか一人出てる時の割としょうがないサポートに入ろうみたいなグッドなサポートに一生懸命入るじゃない。あの辺がなんかバンドサウンドになる秘訣のような。やっぱり曲はそういう曲だもん。うまいね。出るに出れない。結構ピシッとね。そうそう出れない。いやだってもうプログラムチェンジ、プログラムチェンジ、だからそれがすごいよくいい方に作用したんだよね。それがカシオペアの個性ですよね。そうだよね。とにかくね、その新しい今日現象したゴールデンウェーブっていう曲でもストリングスチャララーシャーンチャッチャってこれで音違ったわけですよね。だからそれってやっぱりなんていうのかな、それがもうノロさんは曲を作ってきゃもうそれができるって分かってるから、こっちも絶対やってやろうと思う気持ちになるじゃない。だからそれは大きな負担にならないんだけど、でもやっぱり安全性っていうことを考えて、お金を取って安全性って考えるとこんなに緊張感が高いことはないわけですよ。だからそっちの方がやっぱり特にテーマ部分はサポート回るところが、それを安定的に演奏するにはどうしたらいいかっていうのがかなり頭使ってるよね。で本当にギターソロなんかのバックになるときは楽なんですよ。もうそっちはもう本当についていけばいいからって形。だからそこのところがね、やっぱりこの曲のアレンジっていうのはすごい精密にできてるんで、そういう点で突出したソリストのぶつかり合いって曲もないことはないけどね、でも全体的にはやっぱりある程度の段取りを組んで練習しておかないと演奏できないっていう、その練習をしないとできない音楽になってるところがミソなんじゃないですかね。やっぱりあれですよね、4人で出てくる音よりなんか熱いですよね。例えば4人のメンバーで4ピースのバンドのセッションじゃ絶対ならない音楽を作ってる、やっぱバンドならではの
意味があるような最近はねね皆さん気がするよねもこちらのギターの方もベースの方もシンセシンセサイザーまでおサイザーもね使いになってますかそうらね。さっきも誰が何の音出してたか分かんないもんね一緒にやっててカメラの人は大変ですよね。音が出てる分にはベースかなと思うとギターだ。シンセのベースをくださいって言ったらベースのシンセなんですけど。どっち合わなきゃわけわかんないですよね。でなんかこうブニョンってなってるからギターかなと思ったらベースがベースがこんなになってる違うだろうみたいな。控室で来たから渡辺克みたいなね。じゃあ本当はどっちがいいの今日。一回。それで B メロ行って、C メロ行って。どうも先生の弟子です。よろしくお願いします。前に一回させていただきました。興奮してます。はい。知らない人は全然面白くなってないですね。これスイッチ入れるとこれ立光スイッチがつくんですね。この M リアルになったねこれなんか。これちょっといいですねこれ。やっぱこっちの方が向いてるよ。なんか水を得た魚って感じだね。これ編集大変だねこれ編集大変だよね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。いやどうも。ありがとうございましたどうもありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。